はい、皆さんこんにちは。ガジェログです。今日は早速ですね、NTT ドコモからホーム電話というサービスが発表されましたので解説してみたいと思います。これは何なのかっていうことなんですけども、一言で言えば固定電話が使えるサービスということになります。少し前に NTT は NTT の本体ですね、大元の親会社とNTT ドコモが一体化されたわけですね。それでこのサービスが出てきたのかなという感じもします。では早速ですね、ホーム電話のスペックまた内容について確認していきたいと思います。また注意点についても取り扱いたいと思います。では早速ですね、本日も行ってみましょう。まずこのホーム電話は03などの市外局番から始まる固定電話番号から受発信できるドコモのモバイルネットワークを利用した固定電話サービスとあります。つまり携帯電話のように090、080、070のような番号ではなく、従来のその地域の電話番号ですね。これ東京03になりますけど、例えば札幌とかだと011とか大阪06とかですね、そういった番号になるわけですね。ですので今お住まいの地域の電話番号がもらえるということになります。そして今お持ちの電話機があれば、ドコモから提供されるこの機器に電話線を差し込んでコンセントをつなぐことによってもう即日使えるようになるということです。でこの中にはですね、実は SIM カードが入っていまして、その SIM カードは実は09007、080、070といった番号が振られているようなんですね。でも実際お客からメール電話番号っていうのはその地域の03の番号が発行されているということですので、お客さんとしてはこの番号はよく分からなくてもいいということだと思いますね。では特徴ですね。先ほどもお話ししましたが、固定電話サービスは工事することなく、工事いらないんですね。コンセント差し込むだけでいいわけですので、簡単にご利用開始可能。そしてファックスもご利用可能。そして現在ご利用の市外局番から始まる固定電話番号をそのまま利用可能な番号ポータビリティが使えるということですね。参考番号ポータビリティとありますけども、現在利用中の NTT 東西の加入電話で新規に払い出された電話番号をホーム電話で継続してご利用いただけますとありますので、固定電話番号 NTT からもらったよっていう電話番号があれば、こちらのサービスでもそれを引き継ぐことができるようになります。ただし例えばですね、関西電力でやっているイオ光とかありますけど、そちらの電話番号新規で払い出しされた方がこちらにその番号を引き継ぐことはできないってことになります。例えばコミファとかもそうですよね。光電話がそちらで新規でもらった方がこの NTT の方に引き継ぐことはできません。あくまでも NTT からもらった電話番号であればそのまま引き継ぐこともできますし、また戻ってくることもできるってことになります。そしてですね、今ドコモのスマートフォンを契約されている方は月額ですね550円から利用可能となっていますので、これは少し割引をされている額になりますけども、結構安くなりますね。今回ですね、解説に関しましてはドコモのスマホを持っている方とのセットの割引に関しては割愛させていただければと思います。これからですね、新規で入ってこれだけ使いたいっていう方向けの説明とさせていただければと思います。はい、そしてですね、提供開始時期になりますけども、それはですね2022年3月下旬からということになります。提供開始日に関しては決まり次第ドコモのホームページで発表させていただきますとありますので、あくまで3月下旬からということになりますね。ですので今のうちに予備知識としてこういったものを知っておいて、必要な時になったら素早く加入するっていうことがいいのではないかなと思います。そしてエリアですね。もちろんドコモの携帯電話の基地局から発する 4G LTE の電波が届くエリア内でしか使えないということになりますので、ドコモが指定するエリアでご利用いただけますとありますね。コメ6の方ですね、これもやっぱり詳細はドコモのホームページにて別途お知らせしますとありますね。そして受付チャンネルですね、全国のドコモショップおよび量販店などとありますね。量販店では一部対象外店舗がありますということですね。そして緊急電話に関しましては110番とかね119番ですけども、もちろん発信することができます。ただし緊急電話の発信については070、080、090での発信となるようです。これはちょっと仕組み上そうなってるってことですので、
振られた電話番号ですね、東京であれば03いくつの番号から発信するわけではないっていうことになります。そこは少し要注意かなという気がします。そして初期費用になります。契約事務手数料は2200円になっていますね。そしてもし電話番号を継続してナンバーポータビリティですね、番号ポータビリティを使いたい方も2200円になります。ですので新規で入りたいという方は2200円で入ることができます。ただしですね、このホーム電話の機器代金が別であるのかもしれませんので、ちょっとそこはね踏まえておいた方がいいと思います。そしてですね、月額の料金になります。いろんな割引サービスと併用するとこのぐらいの安くなるっていうのがあるんですけども、割愛してみたいと思います。割引前の料金ですね、ホーム電話ライトというプランと、そしてベーシックというプランがありますね。電話ライトは月額1078円になっています。これ税込みですね。そしてベーシックは2178円になっていますので、だいたい倍ぐらいになっています。通話料金に関しては一緒ですね。固定電話に発信される方は3分 8.8 円。そして携帯電話に発信される方は1分 17.6 円になっています。ここ最近ですね、スマホもだいぶ安くなっていますので、ここからわざわざかけるっていうのもちょっと高くなってしまうのかなという気はしますね。ただ今固定電話を持っている方、光電話等でしたらこの3分 8.8 円っていうのが一般的な料金になっているので、そんなに変わらないということになります。そして付帯機能の使用料としてファックス無料って書いてあるんですけども、家で固定電話引いている方は同じように使うことができるということになります。そして各種付帯機能ですね、通話中の着信、転送電話、発信者番号表示、これナンバーディスプレイですね、相手の電話番号を電話機に表示させるという機能、440円。高いですね。携帯電話なら当たり前の機能をわざわざ固定の場合有料にしてるんですよね。これもう無料にしてもいいんじゃないでしょうかね。そしてナンバーリクエスト、相手の電話番号をね表示してくださいよって言ってくれるやつですよね。そして迷惑電話ストップサービス220円。こういったものをオプションで加入することもできますと。ただしベーシックに関してはそれらが全部込み込みですよっていうことになっていますね。もしお若い方が加入するのであれば、固定電話だけ欲しいっていう方にとってはこういったサービスは不要なのかもしれませんね。こちらでとりあえず1078円だけ、とりあえず電話番号だけ着信専用に持っておくっていうのがいいのかなという感じです。そしてですね、ホーム電話 HP01 の概要についてです。こちらの機器をコンセントに差し込んで、そして電話機をここにつなぐっていうことになります。このスペックなんですけども、メーカーはシャープ製になっています。通信方法が 4G LTE の電波が届くところであれば快適に使うことができます。逆に言えばですね、電波状況が良くないというところにお住まいがある方、自宅の中でドコモの電波なかなか弱いよっていう方であれば、もしかしたら危険かもしれませんね。ですので、使いたい場所でドコモの電波が快適かどうかっていうのは一つ調べておく必要があるかもしれません。そして消費電力ですね、固定電話サービスになりますので、これをですねずっとコンセントに差し込んでおく必要があります。ですので消費電力結構大事なんですが、 4.1W が消費されます。これ最大ってありますけども、もしかしたら着信中、通話中は 4.1W かもしれません。 4.1W ってだいたい一般的な LED 電球ぐらい、だいたい 40W クラスの LED 電球の明るさになります。それもどれぐらいかって言われてるとちょっとなかなか表現が難しいんですけども、それぐらいということで踏まえていただければと思います。はい、ということで今回ホーム電話について解説しました。月額550円からって書いてあるんですけど、実際はですね、本当の新規で入った場合はですね、ここに書いてあるように1078円がだいたい相場になるのかなという気はします。で、あとまだよく分かっていないのはこの HP01 の価格ですね。これがまだ公表されていませんので、実際いくらになるのかっていうのは気になります。もしこの機器自体が2万3万してしまうんであれば、やっぱり加入するのを断念するのかなという気もします。ドコモで売られるにしても、ここ量販店で売られるにしても、例えばですよ、定価は実は2万円すると。量販店で今2万円引きまでとかね、総務省ので許されていますので、1円で販売しますということであればありなのかなという気がします。わざわざこれを買って、また固定電話も安いのであれば1万円以下で普通にありますので、それを差し込んだとしても結構な額になってしまいますよね。3万4万円になってしまう可能性があるとしたら、やっぱり入りづらいのかなという気がします。ですので、例えばこれは1円で販売します。そして加入料は2200円払います。
そして別途電話機、これサービスをお付けしますみたいなものがあれば結構入ってくれるかなっていう気はしますね。電話機プレゼントみたいなのがあってもいいのかなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。